前回の携帯型 PS4 の動画が、おかげさまで200万再生を超えました。今まで見たことないレベルで伸びてたな。ここまで来たら、次は PS5 と行きたいところですが、ますます品薄になりつつあるので、入手が困難なんですよね。噂では PS5 Pro なんてものも出るみたいだしな。その時に PS4 Slim のような、小型モデルが出ると携帯化にうってつけなんですけどね。今後に期待だな。ということで今回は、また新しい携帯型 PS4 を作っていきます。これでもう3代目だな。前回は実用性重視なんて言ってましたが、はっきり言います。あれは手抜きなだけでした。それもあってか、コメント欄でも多くの意見をいただきました。同じ意見もあったから、やっぱり思うことはみんな一緒なんだな。まとめてみるとこんな感じです。ディスクドライブとイヤホンジャックが欲しいってのはたくさんあったな。それ以外にも色々と改善点があるので、今回作る携帯型 PS4 には全て盛り込んでいこうと思います。早速ヤフオクで PS4 を購入したので、開封していきます。映像と言ってることが矛盾しているんだが、落札したのは PS4 のはずなので、気の利いたサプライズですかね。見た感じ PS4 っぽくて安心したぜ。ちなみに今回もジャンクで購入したんですが、前回のような半壊した PS4 ではありません。ジャンク理由はハードディスクのマウンタがないからです。だからハードディスクが別についてるんだな。それ以外は普通の PS4 なので、送料込みで14,530円でした。普通に中古を買うよりは安いな。ちなみに今回も本体の必要のないパーツを売るので、最終的にこの PS4 は無料になります。パーツ単位で買うとやたら高くつくから、欲しいパーツがあっても丸ごと買った方が安くていいな。ということで PS4 が出てきました。ジャンクなのに丁寧な梱包だったな。見た感じ特に問題なさそうですね。分解風景は超倍速で。というわけで分解が終わりました。あっという間だったな。ちなみにディスクドライブと電源ユニット、ケースをヤフオクで売却して、合計14,850円を手に入れました。PS4 本体が無料になった上に、320円のお釣りが返ってきちゃったな。出品と発送の手間がかかりますが、制作費の削減にはなりましたね。そして今回使用するパーツです。余ったパーツは全部使う感じだな。ディスクドライブは売ってしまったので、机の下で放置されている1号機から流用しようと思います。前回の携帯型 PS4 は、バッテリーが内蔵されていたので、どうしても軽量化に限界がありました。なので外付けがてら、今回はモバイルバッテリーで駆動できるようにしようと思います。そんなことできるのか？ PS4 の実測での消費電力がだいたい 85W 前後なので、100W 出力のものであれば動かせると思います。とはいえ、いきなりモバイルバッテリーで動かすというのは少々不安なので、同じ 100W 出力の充電器で試してみようと思います。パッと見は普通の充電器だな。ですがこれは最大 20V まで出力できるので、ノートパソコンの充電も可能です。ちなみにそのままでは何も出力されないので、デコイモジュールを使って 20V を取り出します。ちゃんと取り出せてるな。あとはこれを PS4 が必要とする電圧に下げるだけですね。PS4 は 12V で動いているので、DC-DC コンバータを使って高圧します。100W 級の電力を変換するだけあって、かなり大きいな。これでもバッテリーと比べてコンパクトなので、かなり軽量化できると思います。そして PS4 に電源を供給するタイミングを制御する、制御基板も作っておきました。あとは金属カバーを加工して、マザーボードに取り付けておきます。そしたら実際にパーツを取り付けて動作確認をしていきます。ちなみに今回は純正の冷却ファンで本体を冷やしています。電源が入ったな。
スマホ用の充電器とはいえ、100W もあるので普通に動きますね。各パーツの接続はこんな感じになっています。真似をするときは自己責任で頼むぜ。ついでにそこら辺にあった SSD を分解して、ハードディスクと交換しておきました。一気にコンパクトになったな。完成後のイメージですが、基本的な構造は前回と同様の持ち運べるモニター型です。一番変わったとすれば画面の縁の太さだな。前回のモデルは10年くらい前のタブレットを彷彿とさせる太さだったので、今回は 7mm 程度を目指そうと思います。ちなみに前回はディスプレイ部分をネジで固定していたことが原因で太くなっていたので、今回は両面テープで固定していきます。ついでにイメージマップも作っておきました。組み立てはこれを元に行います。というわけでまずはディスプレイ部分から。前回はモバイルモニターが高いということで、ノートパソコンのディスプレイから液晶パネルを取り外して作成しました。ですが今回は安価にモバイルモニターを手に入れたので、そのまま流用しようと思います。これもジャンクなんだな。ジャンク理由がスピーカーの音が左からしか聞こえないということでしたが、分解してみるともともと左に偏って配置されていたので、仕様みたいですね。ちなみにモバイルモニターにはもともとコントロール基板がついているので、探す手間が省けました。液晶パネルにあったコントロール基板を探すのもかなり大変だもんな。安価にモバイルモニターが手に入ったのは幸運でしたね。では液晶パネルは手に入ったので、次はカバーを作っていきます。前回同様アクリル板を用意し、必要な長さに切断。そしたら塗装しない箇所のシートだけ残して、プレイステーションのロゴを貼り付け、黒色で塗装。最後に残りのシートを剥がして、ロゴの裏からアルミシートを貼り付けたら、カバーの完成です。あとは液晶パネルとカバーを固定するために、両面テープを液晶パネルに貼り付け、カバーを接着します。最後に表のシートを剥がして、ディスプレイ部分の完成です。ついでに動作確認もしておきます。ちなみにモバイルモニターにもともとついていたスピーカーは、前回同様ノートパソコンのスピーカーに交換しておきました。いい感じだな。縁が細くなったのでスタイリッシュになりましたね。ということで前回同様に、ベースとなる板にパーツを取り付けて組み立てていくんですが、その前に今回の冷却方法を簡単に紹介していきます。前回は側面にカバーがないのでそのまま熱を逃がすことができていましたが、今回は周りを完全に覆ってしまうため、熱を逃がす機構が必要になります。そこで今回は PS4 にもともとついていた冷却ファンとヒートシンクを使います。ただ、このままではヒートシンクにほとんど風が当たらず、熱暴走を起こしてしまいます。そこで冷却ファンのサイズに合わせて穴を開けた板を上からかぶせます。これで風がヒートシンクを通るので、外に熱を逃がすことができます。仕組み的にはノートパソコンとかと同じだな。デメリットとして音が大きくなってしまいますが、熱を直接外に逃がせるので排熱性能は優れていますね。早速ベースとなるアルミ複合板を用意し、必要な大きさに切断。そしたら冷却ファンの大きさに合わせて穴を開け、穴を開けたところのホコリ対策用にフィルターを貼り、マザーボードに取り付けたら、排熱機構の完成です。モバイルモニターに内蔵されていた液晶パネルのコントロール基板に、両面テープを貼り付け、ベースに固定。ついでに USB ケーブルでマザーボードと接続して、コントロール基板に電源を供給できるようにしておきます。ベースに穴を開けて、六角スペーサーを取り付け、分解した SSD をマザーボードに接続して固定。ベースに穴を開けて、六角スペーサーを取り付け、制御基板を固定。ベースに穴を開け、六角スペーサーを取り付け、DC-DC コンバータを固定。HDMI の出力を複製するスプリッタを分解し、両面テープを貼り付け、ケーブルを接続してベースに固定。これで内蔵ディスプレイと外部ディスプレイへの映像出力が可能になります。ベースの左右に穴を開け、
接着剤で六角スペーサーを取り付けたスピーカーを、ベースに固定。USB ポートを増設する USB ハブを分解し、ベースに穴を開け、六角スペーサーを取り付け、USB ハブをベースに固定。ベースに穴を開け、六角スペーサーを取り付けて、マザーボードにコネクタを接続し、無線アンテナを固定。電源とイジェクトのボタンを外付けにするために、サブ基板についたボタンにポリウレタン線をハンダ付けし、コネクタを付けた基板と接続して、ベースに穴を開けて、六角スペーサーでベースに固定。ついでにフレキシブルケーブルでマザーボードと接続しておきます。アルミ複合板を必要なサイズに切り出し、穴を開けて、糸のこで削り、ヤスリをかけて、側面のベースとなる板が完成。そしたら液晶パネルの操作基板を真っ二つに切断して、ボタンを取り付けた基板とポリウレタン線で接続し、側面のベースに固定。ここのボタンで音量や液晶の輝度などが調節できます。あとは側面のベースに、電源ボタン、イジェクトボタン、USB PD デコイモジュール、有線 LAN ポート、外部出力用の HDMI コネクタを取り付け、金具でベースに固定。ついでにコネクタも接続しておきます。ということであとはディスプレイ部分を取り付けるだけなんですが、完全に固定する前にいくつかパーツを付け足します。まずはディスクドライブから。今回購入した PS4 のディスクドライブはすでに売ってしまったので、ピックアップの部分を1号機から取り外します。若干型番が変わるが大丈夫なのか？2000番台のドライブは共通の仕様のようなので、おそらく問題ありません。そしたらアルミ複合板とアクリル板を必要なサイズに切り出し、穴を開けて、アクリル板に開けた穴に磁石を埋め込みます。これでディスクドライブのパーツが揃いました。ちなみにこの六角スペーサーには磁石がついています。あとはベースのアルミ複合板にピックアップ部分を固定し、磁石のついた六角スペーサーを取り付けて、アクリルカバーを付けたらディスクドライブの完成です。ちなみに上のカバーは簡単に外せるので、これを外してディスクの入れ替えができます。上に乗っけたのはなんだ？そのまま乗せると空回りをしてしまいディスクの読み込みができないので、磁石で固定しています。最後に本体背面に取り付けて、フレキシブルケーブルでマザーボードと接続しておきます。そしてディスクも乗せておきます。続けて、余った材料で本体のスタンドを作ります。スタンド用に切り出したアルミ複合板に穴を開け、トルクヒンジを取り付けます。そしたら本体背面に穴を開け、スタンドをナットで固定します。これでスタンドの完成です。前回より小さくなったな。今回は前回よりも軽くなっているので、これで本体を支えることができます。ということで最後に本体のベースの縁に両面テープを貼り、ディスプレイ部分を固定したら、完成です。というわけで無事に完成したので、各部の紹介をしていきます。まずは本体サイズから。本体サイズは 195×305×42mm で、液晶パネルは前回と同じ 13.3 インチです。ディスプレイの縁が細くなっただけあって前回よりも小さくなったな。前回のは明らかに太すぎましたね。ということでこれで改善点の一つであったベゼル太すぎ問題が解決。
ついでに側面がスカスカなのも解決したな。ここからどんどん解決していきます。ということで次は本体の重量を測定していきます。ついに PS4 本体より軽くなったな。バッテリーや余分なパーツを取り除いたことで、大幅に重量を削減できましたね。ついでにディスクドライブがない状態での重量も測定しておきます。ここ最近の14インチクラスのノートパソコンに近い重さだな。かなり持ち運びが現実的になってきました。ということでここからは本体の機能を紹介していきます。まずはディスクの交換方法です。電源ボタン横のイジェクトボタンを押すことで、ディスクの回転が止まります。そしたらカバーを外し、ディスクを取り出して、新しいディスクを乗せます。あとはカバーを戻して、側面のボタンを押します。これで交換されたディスクが読み込まれます。また改善点が一つ解決しましたね。残り4つだな。次は側面の USB ポートです。USB メモリを接続して認識するか確認します。問題なく認識していますね。続けて有線 LAN ポートです。ここは前回のカテゴリー 5E からカテゴリー6になっています。大丈夫そうだな。速度もしっかり出ていますね。ということで次は外部出力用の HDMI ポートです。スプリッタ出力なので画面の複製ができます。これなら据え置き用としても使えるな。ちなみに側面のボタンを押すことで、本体の画面を消して、出力だけすることもできます。これでまた一つ、改善点が解決しました。次はイヤホンジャックです。側面のジャックにイヤホンを接続することで、本体のスピーカーからの音声出力が止まり、イヤホン側に出力されます。マイクに直接イヤホンを当ててるから音が若干耳に刺さる感じだが、実際に使う時には問題ないぜ。ということで改善点の一つが解決。あと2つだな。最後は動作中の騒音測定です。ホーム画面ではほとんど負荷がかかっていないので、37から40デシベル程度。一方でゲーム中は41から44デシベル程度と、音が少し目立ちます。とはいえ、ゲーム音があればさほど気にならないだろうな。今はマイクの感度を最大にしているので、実際はもう少し静かです。それでは一通り本体の紹介が終わったので、改善点の一つであるバッテリーの外付け化に着手していこうと思います。それで早速モバイルバッテリーを買ったわけか。新品でも良かったんですが、状態の良いものがヤフオクで売っていたので、これを落札しました。値段はおおよそ新品の半額ですね。ということで出てきました。100W 出力なだけあって、モバイルバッテリーとしてはかなり大きいな。ポートはこんな感じで、充電はタイプ C のみとなっています。ポート数は少なめだな。裏には容量の記載がありました。変換の損失を考えると、駆動時間は1時間程度になりそうですね。念のためデコイモジュールを接続して、出力電圧を確認してみます。ちゃんと 20V 出てるな。実際に本体に接続してみました。普通に動いたな。大丈夫そうですね。バッテリー駆動でしばらくゲームをしてみました。結果としては56分でバッテリーが切れ、ギリギリ1時間に届きませんでした。モバイルバッテリーの場合、実際に使える容量は若干減るからこんなもんだな。ということでバッテリーの外付け化も完了です。残るはコントローラーの一体化だな。理想的には任天堂スイッチのように、本体の左右にコントローラーがつくのがいいのですが、今回の場合、すでに側面にいくつかポートがあるため、現実的ではありません。
そこで今回はコントローラー用のスマホスタンドのように、コントローラーに本体を取り付けてしまおうと思います。早速コントローラーを用意して、分解。このパーツにスタンドを取り付けます。ちなみにスタンドには本体を立てるためのスタンドにも使った、トルクヒンジを使います。ただし、ここではめちゃくちゃ強いやつを使うぜ。あとはそれぞれ本体とコントローラーのパーツに穴を開けて、コントローラーにスタンドを固定し、本体に支柱を取り付けます。最後に本体にコントローラーを取り付けて、一体化の完了です。実際にこの状態でゲームをしてみての感想ですが、いくら PS4 より軽いとはいえ、1.6 キロともなるとさすがに手で持ちながらというのは厳しいですね。個人的にはベッドで寝転びながらを想定していましたが、これなら下が柔らかいので意外とプレイできます。実際持つというよりかは、置いて使う方がいいのかもな。下がしっかりした場所だと手が痛いので、基本的には一体化していない状態で使うことが多そうです。少々無理やりではありましたが、これでコントローラーとの一体化ができました。これで改善点は全て解決だな。ということでいかがだったでしょうか。今回は3代目の携帯型 PS4 の制作ということで、個人的にはコントローラーの一体化以外は全体的に満足のいく出来になりました。コントローラーの一体化に関しては、リモートプレイでいいじゃないか、って人が多そうだな。最近は遅延も少なくなって FPS もできるくらいなので、その方が賢明ですね。とはいえ、一時 X スクリーンのような、ゲーム機と一体化するモニターがそこそこ話題になっていたので、据え置きゲーム機を持ち運び可能にするというニーズはありそうですね。ちなみに前回の動画の影響を受けて、携帯型 PS4 を作ったという方もいました。おお。本人曰く、留学先の国でもゲームをするために作ったそうですが、飛行機に乗せて持っていけたことにも驚きましたね。1号機を作った時は爆弾なんて言われてたもんな。その後は留学先で充実したゲームライフが遅れているようで、何よりです。それでは最後に本体の制作費の発表です。合計金額は、14,752 円でした。ついに中古の PS4 を買うより安くなってしまったな。パーツを売ったことで、PS4 が無料になったのが大きかったですね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。